皆さんこんにちは。トニー高谷です。今回はキロ80と岸80の床板取り付け用のアングルを車体にハンダ付けするところまでやりたいと思います。まずは車体に給水口のパーツを取り付けます。自作できなくもないのですが、時間節約のためこちらのパーツを使用します。取り付け位置はキロに関しましては実物のスケールの位置とは少し異なりますが、製品のプレスで表現された場所にします。機種につきましてはスタイルブックの図面に合わせましたので、製品の位置とは少しずれています。ここで大きなミスをしたことに気がつきました。この給水口の位置ですが、こちら側と反対側と、正確に言うと1時側と2時側というんでしょうかね、対称な位置になっていません。それを知らずにこの自作のキハ80では対称の位置に取り付けてしまいました。すでにパーツの上にアングルを取り付けてしまいましたので、後の祭りです。これを付け直す作業は大掛かりになりますので、しぶしぶこのままにしておきます。給水口のパーツを取り付けるための穴を開けます。右側はすでに開けた状態です。次に左側も同じように開けていきます。まずドリルで穴を開けます。本当はもう少し大きな穴を開けたかったのですが、中心がずれてしまいました。ここからはこのような小さなヤスリで穴を広げます。このヤスリは30年ほど前にホームセンターで5本セットで600円ほどで買ったものです。結構使いやすくて気に入っていたのですが、今では入手できません。5、6年前まで1000円もしない値段でネットでも売られていましたので、予備に買っておけばよかったなと悔やんでいます。代わりにサイズがほとんど同じの中国製と思われるダイヤモンドヤスリを買ってみたのですが、代わりにならず、もっぱら荒削り用に使っています。価格も考慮すると代替品も見つからないので、これを大事に使っていこうと思っています。穴が開け終わったらパーツをハンダ付けします。給水口のパーツの取り付けが終了しました。次は車体の補強を兼ねた床板取り付け用のアングルを車体に取り付けます。その前に今取り付けた給水口のパーツと乗客用のドアの出っ張りのためにアングルを車体に密着させることができませんので、アングルの一部を切り欠きます。アングルの一部を切り欠きます。切り欠くといっても糸のこで切っていくわけではありません。実際その方が楽なのですが、ヤスリで削ります。こちらが削り終えたところになります。給水口のパーツの裏側も少しだけ削っておきます。
アングルを車体に取り付ける前に少し余談です。こちらはキロ80ですが、製品ではアングルを5箇所の点付けで車体に取り付けてありました。そしてこちらは騎士80です。こちらはたった4点だけのハンダ付けです。かなり手を抜いていたようです。私が中古を買った時にはアングルが車体から外れていました。勝見模型さんの YouTube チャンネルを見ていると、今でもアングルの点付けを推奨されているようです。もちろんこんな手抜きではなく、もっと多くの点にハンダ付けされています。私の過去の動画でも点付けも悪くないですよとコメントを寄せてくださった方もいらっしゃいます。私自身はもう長い間端から端までハンダをびっしりと流してきましたので、今更という思いがありますので、従来通りの方法で行いたいと思います。アングルの取り付けにはこちらの勝見から販売されています取り付け器具を使用します。ハンダゴテでハンダを流しながらアングルを取り付けます。詳しくはキハ82のアングル取り付け動画をご覧くださいと言いたいところですが、今回ちょっと失敗をしまして、改めてアングル取り付け器具の使い方について私の反省を込めてこの後の動画を作りました。何を失敗したかと言いますと、アングル取り付け器具は車体下端とぴったりとくっつかなければいけないのですが、指が当たったのか知らないうちに器具が浮き上がっていました。それに気づかずにハンダを流したためにアングルの取り付け位置が狂ってしまいました。これを修正するためのハンダゴテの熱の影響で車体の裾が波打ってしまいました。この失敗を防ぐために反対側のアングルの取り付けではまず点付けで仮止めしました。これにつきましてはこの器具の説明書に書いてあったのですが、調子に乗って仮止めを無視して作業を行ったのがまずかったようです。点付けの仮止めの状態だったら器具が浮き上がっていてもダメージが少なく修正できたかもしれません。ご覧のような感じで10箇所ほど点付けしましたが、ここまでやれば十分に強度がありますので、このままでもいいかなと思います。けれど私の性格でしょうか、この後端から端までハンダで隙間を埋めていきます。同じようにして騎士80にもアングルを取り付けます。その前に食堂車スタッフや食材を積み込むためのドア周辺にボルトが取り付けられているところがありますので、前もって一部真鍮線を埋め込んでおきます。これはアングルを取り付けた後ではハンダゴテを入れられないといった事情のためです。騎士80は初めから点付けでアングルを仮止めします。
全体にハンダを流します。岸80にもアングルがつきました。アングルのハンダ付けが終われば、余分なハンダをいろいろな道具類を駆使して除去します。キロと岸2両への床板取り付け用アングルの取り付けが終了しました。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。